みんなここに集まってるみたい。うわ、揺れる。さて、これ抜けられる。あれ、クジャクいる。嘘だ。はい、おはようございます。シンガポールのチャイナタウン、朝9時です。で、本日なんですけれども、本日はですね、セントーサ島にまずちょっと行ってみたいのと、その後ですね、街歩きをしたくて、とりあえずクラークキーに行こうかなと今のところ思ってます。はい、本日もよろしくお願いします。よし、決まりました。じゃあ、まずですね、朝ごはんを食べにですね、ちょっとカヤトーストを食べたいなと思います。はい、値段はね、6.3 ドルで、あと、カヤジャムもお土産で買いました。カヤトーストです。で、これがカヤトーストで、中に、カヤジャムというココナッツなのかなのジャムとバターが挟まっている。で、こっちですね。こっちは温泉卵で黒いの醤油です。なんかこれをつけて食べるそうです。まずね、このままいただきます。美味しい。美味しいな。なんか別のタイミングで呼び出されるので、それもらっていきます。アイスコーヒーです。なんだろう、美味しい、甘くて美味しいんですけど、なんか特に癖みたいなものはないな。バターの味の方が強い。で、このパンは、2ミリくらいしかなくて、サクサクしてうまい。これ、温泉卵をつけてみます。うまいのかな。卵2個ですね。いいですね。まあ多分好みですけど、僕はね、そのままのが好きです。はい、食べ終わりました。いやー、美味しかったですね。まあちょっと僕には卵は合わなかったですけど、怖えぜ。だから醤油言ってたと思うんですけど、なんかいわゆる日本の醤油とは違ってですね、なんか味が違ったな。そんなにしょっぱくない感じの、ちょっととろみのがかった醤油でした。甘みがある感じかな。九州の醤油っぽかったかもしれない。さてさて、というわけで、セントーサ島に向かうんですが、この、マクスウェルという駅から来ます。シンガポールの電車はね、すごい頻繁に来るので、マジで東京にいるような気分になりますね。あともう路線もすごいいっぱい作られてて、東京メトロかっていう、何々線みたいなのがいっぱい入り組んでて、もう正直どれ乗っていいかわかんないみたいな感じになります。この昨日買ったツーリストパス 3day、電車乗り放題、電車バス乗り放題を使って入っていきます。で、これをですね、タッチするだけです。いやー、便利です。ちなみにね、昨日電車乗ったんですけど、何回かね、間違えて降りたり乗ったりしたので、結果ね、すごいお得になってます。で、これかな。Attention please. The train at platform 8, Bayshore. The train at platform A will end its service at はい、危なかった。違いましたね。よかったよかった。確認してよかったです。で、これで、一回乗り換えるっぽい。本当かな。これですね。アウトランパーク。はい、電車来ました。やっぱね、静かですね。
タイもシンガポールもね、電車の音が静かです。じゃあ、乗ってきます。来まして、この NEL というラインに乗り換えていきます。シンガポールのエスカレーターはですね、速いのとそうでもないのがあります。気をつけてください。着きましたね。ハーバーフロント行きです。すいません。広告入っちゃった。広告じゃない。電車来ますよっていうやつだ。はい、間隔がだいたい2、3分おきには絶対来ますね。ほんとすごいわ。はい、着きました。めちゃくちゃ混んでる。そうか。ちょっとやばいな。すごい。で、こっからですね、ビボシティという駅に行って、そこからセントーサ島に入ります。で、僕ね、今回、ビーチしか見ないんですけど、セントーサ島っていっぱいテーマパークが入ってて、ユニバーサル・スタジオ・シンガポールとか、ウォーターなんかパークみたいな、そんなのいっぱいあるんですけど、それ考えたらね、多いのは当たり前ですよね。ちょっと舐めてました。海だけだからね、そんな人いるわけないよって思って。確かにもうなんか、あれだな、テーマパークに向かうみたいな、そんな雰囲気感じます。トイレに行ってきました。駅のトイレ初めて使ったんですけど、ちょっとね、レビューをしたいと思います。非常に綺麗。これは安心して使えます。で、一個注意点は、トイレの個室の方にトイレットペーパーが一切置いてないっていうところですね。外に置いてあります。なので、入る前にもらってから入る必要があります。でね、1回目ね、僕入るとき、それに気づいて、取ってから入ったんですけど、遠慮しちゃって、微妙に足りなかったですね。なので、終わった後もう一回外でもらってもう一回入ってちゃんと拭きました。はい、以上、トイレのレビューでした。はい、で、ですね、ビボシティ、これですね。で、これなんですが、行き方がですね、何パターンかあって、モノレールだったかな。セントーサエクスプレスっていうものと、ケーブルカーと、あとバスで行く方法があって、値段がですね、セントーサエクスプレスが5ドルぐらい、ケーブルカーロープウェイか。ロープウェイが、確かに日本円で3000円ぐらい。ちょっと高いと。で、あとはバス。バスはちょっと値段わかんないってことで、僕はセントーサエクスプレスが、どうやら一番コスパいいということなんで、今回はそれで行っちゃおうと思います。で、これは、おそらく駅直結のショッピングモール、賑わってるな。このエスカレーターはちょっと早め。気をつけてください。ショッピングモールに入ってるものはやっぱ大体一緒というか、どこもアディダスあったり、特に変わり映えはしないですね。あと、すごい綺麗ですね、やっぱり。なんか、屋台街、なんかね、東南アジアの匂いがします。美味しい匂いがする。はい、ちょっとね、嗅覚ありました。日本のものを見つけるとね、ついつい嬉しくなっちゃいますね。多分ここでチケットを買いますが、おそらくネットで買えちゃうと思うので、そっちで今回買おうと思います。はい。やっぱりトリップドットコムでいきなり買いました。なので、当日ね、もうこの目の前でトリップドットコムで買えば、もうそのまま乗れちゃいます。じゃあ、はい。で、買ったらですね、QR コードが手に入るので、それでこの自動改札を抜けるという感じです。いけるかな？はい。サクッと入りました。で、ゲロ込んでます。やべえ。これはあれかな？次かな？なんか、このぎゅうぎゅうな感じ懐かしいですね。東京のようだ。マジ行くの？次でよくない？行くんだ。なるほど。厳密には順番待ちはそんなに関係ないってことです。はい。来ました。うわぁ。めっちゃ来る。はい。座れなかったけど、いい位置キープできました。ユニバーサル・スタジオの過ぎたらめっちゃ好きました。逆。僕の見ている方出口だと思ってみんな見てたけど、逆が開いてみんな一斉に振り返りました。やってやりましたよ。
はい。なんか電車はね、もう一瞬でした。10分 ?15 分ぐらい。なんか2、3駅しかなかったですね。はい。ビーチ駅に着きました。で、ここから、最初の目的地がですね、白磯ビーチっていうところなんですけど、そこはどうやら歩いて行けるっぽいんで、歩いて行こうと思います。ありましたね。白磯ビーチウォークって書いてます。これを行けば、白磯ビーチがあると。で、なんかこの仙洞里は、なんかすごいいっぱいアクティビティがあって、前方に見えるやつ。これのマリオカートみたいなやつに乗って、丘を下るっていうアクティビティですね。で、これいくらかな、結構するんですよ、これも。一個一個は結構高くて。まあ、僕はね、一人で来てますし、そんなのはいいかなと思うわけです。今回はね。今回はよ。で、すげえじゃん。今回はいいと言っておきながらちょっとテンション上がっちゃった。スキー場のやつみたい。これで上がって上から下ってくると。いいですね。はい、そして来ました。で、あとね、実は僕やってみたかったんだけど、今回やんないですけど、ジップラインあれを昔からやってみたくて、なんかね、ここ、すごいのあるらしいんですよね。でもすごい高かったんですよね、ちょっと。7、8000とかなんかしたので諦めましたね。はい、じゃあ、はい、白磯ビーチ着きました。ちょっと曇ってるんで色はあれですが、よし、行こう。今日ね、決して暑くないんですよ。だから海入るにはまあ大丈夫かなぐらいです。やっぱりなんか、水は別に透き通ってないですけど、なんか綺麗な感じがするな。波の感じとか。そうだ。砂チェックしますね。大事ですから。よいしょ。はい。いいっすね。きめ細かい。サラサラです。パウダーサンドですね、これは。すげえいい。かなりいいんじゃないか。で、なんかどっかちっちゃい島に渡れたんじゃねえかなと思うんで、そっち行きます。これかな？この島でしょうか？この島か、あっちなんですけど、これ絶対行けなくない？絶対行けない。なんか、ノースイムなんですよね。はい、ここです。そこの島行けんのかなと思ったら行けなかったな。で、なんか前方に橋があるわ。行けそうな雰囲気あるので、ちょっとあっち行きます。はい。前方にある島は白磯ビーチアイランドっていうのがあって、そこは白磯ブリッジっていうのがありました。なんかそこから渡れるっぽい。こっちの小島は歩いてはいけなそう。ちょっとこっちの歩きやすいところを。あれ？ちょっとね、砂の粗さが全然違うわ。ちょっとさっきのところはすごいきめ細かかったけど、こっちはちょっと粗めになりました。鳥です。はい。ちょっとね、セブンイレブンで水買います。やっぱこの辺はあれですね、すごいね、整ってる施設が、ビーチクラブ、コンビニ、アクティビティ、バー、はい、何でもありますわ。よし。水。水がね、3.3 度。高いな。相当砂糖だから。自販機だと1ドルなんですよ。でもしょうがない。買おう。はい、水買いまして、水筒に入れ替えました。いやー、ちょっとね、曇ってるとはいえ、湿気が強いのでね、もうじんわり汗が出てます。これ気をつけないと、この温度でも熱中症になっちゃいそう。なんでしょうか、あれは。なんかね、若干悲鳴が聞こえる気がするぞ。これはジップラインかな。はい、バンジーって書いてあった。これバンジーなんだ。待ったら多分そのうち人が飛び降りるんだろうな。というわけで、
あれですね、ブリッジ。じゃあちょっとあれをね、渡ってみたいと思いますよ。あれ？ノーアクセス。どういうこと？メンテナンス。残念。メンテナンスでした。なるほど。そこ、ジップラインのゴールだ。ここが。なるほどね。これが、こうなってると。すげえ。はい。白ソビーチサインなのかなこれは。よし。ちょうどシャトルバスが来た。あれに乗ります。待って。待って。これはね、無料だったと思います。ビーチ駅に来まして、でここからパラワンビーチの方に行くんですが、Google マップが言うには、シャトルを待つより歩いて行っちゃった方が早いということなので、歩きます。なんだここは。キッザニアだこれ。ベトナムにはあって、日本にもあって、そもそもキッザニアってどこの国がメインでやってんだろう。日本だと思ってた。さて、これ抜けられる。クジャクいる。嘘だ。なんか、何？偽物のやつかと思ったらいきなり動いてびっくりしちゃった。これ野生だよね。野生のびっくりした。さあ、キッザニアですけど、多分ここを通り抜けれるはずだ。自販機調査です。なるほど。ここは2ドル均一ですね。だからコンビニは高い。で、自販機も場所によっては安い。っていうのがね、シンガポールの特徴かもしれない。日本みたいにほぼ統一されてる感じではないのかな。ですね、この道をまっすぐ行けば、パラワンビーチに着くとのことです。はい、ありました。あれですね。橋がかかってるんですけど、あれがね、本日の目的地です。ホテルのこれはなんだろう、ビーチクラブ、ホテル、これはなんだ、多分ホテルについてるビーチクラブでしょうか。どうでしょうか。すげえ。お酒飲まない僕が壊れるビーチバーです。すげえな。ザ・パラワン戦闘祭。はい、ビーチにセブンイレブンもあるよね。いやー、ほんとね、利便性の高さがすごいですね、シンガポールは。このヤシの木って結構危険で、結構っていうかめちゃくちゃ危険で、タイのニュースですけど、年に1人か2人はね、これ頭に落ちてきて大怪我するらしいです。笑い事じゃないね、これ。着いたんじゃん。はい、着きました。着いたぞ。よし、じゃあ行きますかね。なるほど。結構細い。そして人は結構いる。パラワンビーチではすごい人は少ないんです。みんなここに集まってるみたい。うわ、揺れる。はい、これ今ね、僕ジンバルが優秀だからわかんないと思いますけど、めっちゃ揺れてます。これ長くいたら酔います。よし。
おはい。めっちゃ揺れた。めっちゃ揺れた。高さがね、まあ、1メートルないぐらいなんで大丈夫でしたけど、これ5メートルだったらもう無理です。こう、すんげえ揺れた。まだちょっと揺れてますね、僕は。さて。展望台があるな。これ。よし、展望台に上がろうよ。よし。よしっと。よし。おお。上がってきました。なんか沖にあるのは貨物船なのかな、多分。あれ、昨日のマリーナベイサンズの展望台からもね、いっぱい止まってるの見えました。この下にね、渡し廊下があるんで、まあ、そっち渡って、右側のね、その展望台にも上がってから降りようかな。よしよし。あ、いけないじゃん。いけないんかい。あ、いけなかったっす。残念。残念だな。さあ、降りるか。あれ今日2回目じゃない？このいけないって。はい。なんかね、降りてきたらみんな写真撮ってんなと思ったら、オオトカゲがいました。哇！这么大个蜥蜴！过来过来！要立马过去，快点儿！哎呦，他们俩真是。この島は他に何かあるのかな。ね、一周してみます。よし。多分こっちに何かあるはず。はい、ほぼ端っこに来ました。はい、立ち入り禁止。ここ以上行くなと。あ、えこれ以上行っちゃダメ。行っちゃダメって言ってます。じゃあ、戻ります。これあれですね。それ写真の順番間違いえぐい。よし。よし。気づいた。あそこに見えるかな。なんかいる。足組んでなんか、本読んでそうだけど、いるわ。はい。海には入んないんですけど、せっかくなんで触るだけしておきます。で、温度だけね、伝えできればと。冷たい。冷たいけど、まあ入れそうな温度でした。はい、以上、シンガポールセントサ島パラワンビーチからお送りしました。じゃあ。
さて、ではですね、先頭里を出まして、クラークキーという町の方に行こうと思います。ですね、街歩きをしたいと思いますよ。帰りですね、帰りはチケット買わずにそのまま乗れます。だから1だけお金がかかるっていう仕組み。あ、なんか違った。ここでなんか切符のチェックあるのかなと思ったらなかったです。気に、出入り口が一つだからってことっすか？いや、そんなことないか。まあ帰りは無料で帰れます。はい、本島に戻ってきました。で、これからクラークキーに戻るんですが、ちょっとですね、今なんかアートみたいなものを見つけたので、それを見に行きました。おおあそこにね、ぶら下がってんすよねなんか旅行なのかな。これはシンガポールの人な気がするけど、日本人もね結構見ました。学校の制服着てて、はい、そして見ましたね。偏空、はい、ぶら下がってるんですが、見えるかな。微妙に命綱ですよね命綱があります。よし、満足。あれもね不思議なんですけど、こいつが可愛いですよね。エビ反り腕立て。あっちにいるのは多分犬でしょう。可愛い。おー、すげえ綺麗わ、すごい。この人一人なのにDancing in the night, so